2026年3月29日日曜日、現在日本は午前1時を少し回ったところです。アメリカとイスラエルの攻撃に始まったイランでの戦争、近隣の湾岸諸国に拡大して、原油価格も高騰しています。戦闘の開始から、30日が経過しましたが、高橋先生、最新の状況の解説をお願いいたします。はい。本当に戦争が始まって30日、一月経ってしまったんですね。で、昨日の朝日新聞と産経新聞に、一月経ちましたねというコメントを掲載させていただきました。で、この一月、やっぱりアメリカ、そしてイスラエルが考えていたほど簡単にイランの体制が倒れなかったということで、アメリカ、イスラエルにとってはおそらく予想外の苦戦という状況だと思います。ですからトランプさんにとってはもう一月戦争をしてきたわけで、アメリカにしてみれば、ここでもう停戦をやって勝ったと言って一方的にやめるのか、あるいはさらに大きなギャンブルをするのかと、掛け金を積み上げるのかということで、今アメリカの陸上戦闘部隊が着々とこのペルシャ湾岸付近に到着しつつあって、そうすると、アメリカとしてはイランの重要な拠点を占領するとか、そういう陸上戦闘というオプションが出てくるんですね。それに打って出るのか、もうここでやめるのかという、そういう時期に来ているように思います。で、アメリカは交渉したいという雰囲気を出しています。で、イラン側は交渉はしてはいないというんですけど、トランプさんは交渉してる、うまくいってるというような言い方をしきりにしてて、パキスタン経由でメッセージが行ったり来たりしてることは確かなようなんですけど、イラン側はそれを交渉とは見なしていないと。こういうことですね。で、このやりとりの中で、興味深いのは一つは、どうもイラン側が、アメリカが交渉したいんだったら、交渉団に、バンス副大統領を加えなさいと。こういうようなことをどうも言ってるようです。で、どうしてなのかというと、これまでウィットコフ特使、クシュナーさん、この二人が、アメリカの交渉団を率いてきたんですけど、この二人に2回裏切られたという感情を、イラン側が持っているということなんですけれど、どうもイラン側は、この二人は、この核問題に関するテクニカルな知識がなくて、イラン側が提案していることをどうも理解していないんではないかという疑いを持っているようです。で、もう一つは、もっと猜疑心の強い見方で、理解はしてるんですけれど、わざとトランプさんに正しく伝えてないんじゃないかと。こういう疑惑を持っているようなんですね。ですから、2月28日の攻撃の前も交渉してましたけれど、イラン側が出した、イランにしてみれば大幅な情報案で、これでまとまると仲介をしてたオマーンの外務大臣が考えて、で、わざわざワシントンに行って、バンス副大統領にこういうことを交渉してるんですよ、ということを伝えるということがありました。そして、わざわざアメリカのテレビ番組に出て、交渉はうまくいきそうですよ、ということを言ったんですね。で、なぜこんなことをしたのかというと、どうも、ウィットコフとクシュナーが正しくトランプに伝えてないんじゃないかという疑いを持ってたからなようです。で、なぜバンスなのかというと、トランプの閣僚の中、周辺にいる人たちの中で、バンスは、最初からイランとの戦争に否定的だったんですね。消極的だったんですね。で、イランの核兵器保有は絶対許さないと。でも、それ以外は問題ないというのがバンスの立場で、アメリカの国益とイスラエルの国益は当然国が違うんだから違うんだという立場を取ってたわけです。で、ある意味、そうですから、バンスは嫌々ながら、この戦争に賛成しているという状況なんですね。それから、2000、今26年ですけれど、2028年には大統領選挙があるわけですよね。で、トランプさんはもう出ないということになれば、誰が出るのかということなんですけど、共和党で最有力候補は国務長官のルビオさんと、この副大統領のバンスさんだと考えられてて、
で、ルビオさんは割とこのイランとの戦争に前のめりというか、まあ積極的で、バンスさんはまあ消極的なんですよね。で、まあこの戦争、おそらくこのままずるずるとうまくいかない可能性が高いわけで、この戦争をに積極的だったという印象が国民に持たれてしまえば、ちょっとそれは大統領選挙では不利になるんですよね。そういう意味では、まあ、バンスさんにとっても、もし、交渉団に入って、イランとの停戦をまとめることができれば、ホワイトハウスのに少し近づくかなと、まあ、そういうところがあると思いますね。で、アメリカ側はイランに対して15項目の提案をしたと。で、イラン側はまた、それに対応する提案をしてきたということなんですけど、アメリカが出した提案を見てみますと、なんか全く親身がないというか、降伏しろという文章のような感じですね。で、唯一戦争が始まる前の交渉の時よりはいいというか進歩と言えるのは、戦争が始まる前はイランが全ての条件を受け入れたら攻撃しないとだけ言ってたんですけど、今回は経済制裁の解除を考えるみたいな項目が入ってるんで、それはまあアメリカとしては一歩前に出たかなと思います。で、イラン側は、まあ、当たり前のことながら、もう二度と攻撃しないと約束してくれと。それから政権幹部の暗殺をやめると約束してくれと。で、今回の戦争の被害に対する賠償をしてくれと。まあ、こんなことを言ってます。で、一番、まあ、そうしたイランが出してきた要求の中で面白いのが、ホルムズ海峡におけるイランの主権を認めろと。こういうことを言ってきたというのが、まあ、なかなか面白いなと思っています。で、かなりハードルの高い条件を出してきたなと思うんですけど、仮に、この停戦が実現して、まあ、イランの復興を考えるということになると、アメリカがもちろん賠償を支払うということは考えにくいんですけれど、仮に、まあ、主権とは言わずに、まあ別の言い方でもいいんですけど、ホルムズ海峡の通行をイランが管理してもいいということになれば、イランがスエズ運河とかパナム運河のように通るタンカーに200万ドルとか300万ドルとか、通行料を徴収して、それをまあ戦争被害への賠償の代わりに使うというような手は考えられると思うんですね。ただ今のところまだこの交渉は始まってもいないんですけれどね。で、このホルムズ海峡に関しては、通常国際海峡と言われています。で、国際海峡の利用に関しては、伝統的には軍艦であろうが、商船であろうが、外国の方であろうが、通っていいんだというのが、まあ、慣習だったんですね。まあ、ということで、慣習国際法と呼ばれています。ただ、そういう慣習というのは、ヨーロッパの列強が勝手に作った国際法だから、我々は縛られないという、意向を第三世界の国々、グローバルサウスの国々は往々にしてきています。で、この国際海峡の、航行に関しては、慣習国際法だったんですけれど、国連海洋法条約というのができて、1980年代に採択されて、90年代に発行したんですけれど、それによれば、まあ、慣習国際法に基づいて、国際海峡は自由に通ってもいいという、まあ、こういうことなんですね。ただ、イランは、この国連海洋法条約には署名はしたんですけれど、批准はしてないんですね。で、どうして批准してないのかというと、ホルムズ海峡はイランの領海にあって、イランのもので、イランにはこの海峡を管理する権利があるんだという主張で、国連海洋条約を、まあ、そういう意味では受け入れていないんですね。で、ホルムズ海峡の反対側の国、オマーンですね。で、オマーンは国連海洋法条約に署名してて、そして批准はしてるんですけど、ただ、国際海峡の取り扱いについては、留保をつけてるんですね。ですから、どっちも受け入れてない。で、ちなみに、アメリカもイスラエルも国連海洋法条約には署名もしてなければ批准もしていないと。まあ、こういう状況があります。ですから、まあ、ホルムズ海峡は誰のものか、どういうふうに管理するのかということに関しては、コンセンサスがない。まあ、国際法の専門家の多数意見は、沿岸国がそういうふうに仕切る権利はないんだというふうに傾いていると思いますけれど、イランは、まあ、それは受け入れていないというのが今の、まあ、法的状態
なんですね。ただ、イランにとっては、ホルムズ海峡を支配するか支配しないかは、もう生きるか死ぬかの問題で、国際法的に何と言われようが、やりたいことはやるんだと思うんですね。で、それが今のところ、イランとアメリカの、交渉の状況ですかね。これを交渉と読むのかどうかわかりませんけど、パキスタンが、メッセンジャーボーイのように、両者の間に文章を受け渡しをしているという、そういう状況だと思います。で、こういう状況なんです。戦況から言いますと、やっぱりもうトランプさんはある意味追い詰められていて、国内でのトランプ支持というのは下がってる。石油価格は上がり気味。このままでは選挙は打てないなという感覚を持ってるんですね。で、補欠選挙なんか見てますと、共和党候補が次々に負けてるということで、これだと11月の中間選挙は打てないぞということになるわけですから、ここで思い切って、もう本当に停戦するか、陸上部隊を投入して、戦線を拡大して、もう一爆打つかという、こういう状況だと思います。で、この戦況の面で私が興味を抱いているのは、ジェラルド・フォードという航空母艦ですね、大きな航空母艦。これ、水回りが悪くて、とても苦戦しているというようなことが言われてて、そして選択室でぼやが出て、戦線を離脱して、クレタ島に入って修理しているということが伝えられたんですけれど、少なくとも SNS 上で見る写真は、その、ぼやが出たからというような状況じゃなくて、後ろの看板部分がかなり傷んでて、これ大爆発があったのか、攻撃を受けたのかという、そういう雰囲気なんですね。で、何が起こったのかというのは、水兵さんたちには箝口令というか、何も言うなということになってるんで、ロンドリーの部屋がなんか燃えたという説明だったんですけど、今 SNS 上にトランプ大統領がこの問題について語ってる動画が載ってて、いや、もう大変だったんだよ。もういろんなとこからドローン撃たれちゃって、もう大変だったんだよと言ってるんで、おそらくジェラルド・フォードはイラン側のドローン攻撃を受けて、大きな損害を受けて、沈みはしなかったけれど、やっとのことでクレタまで修理に行ったというのが現実なのかなというのが、見えてきました。で、もう一隻空母が、アブラハム・リンカーンという空母が、派遣されてるんですけど、これは、やはりイラン側のドローン攻撃を警戒して、アラビア半島の影に隠れてて、1000キロ以上イランから離れてるんですね。で、航空母艦というのは、現場に持って行って、海岸の近くに持って行って相手を威圧するというのが、心理的な、効果を生むということで、そのために使われてきたんですけど、1000キロ以上も離してたら、見えもしないわけですから、そうした効果は期待できないし、航空母艦からイランに爆撃に行くのも大変で、途中で空輸しないと往復できないというような状況ですよね。そういう意味では、なんというか、航空母艦が世界の海を支配する時代がもしかしたら終わったのかなというような感覚を持っています。1941年12月8日の日本海軍による真珠湾攻撃で、アメリカの太平洋艦隊の戦艦が大きな被害を受けて、もう戦艦の時代じゃないんだと、航空母艦の時代なんだということが世界は知ったわけですけれど、その6ヶ月後の1942年6月のミッドウェー海戦で、アメリカ海軍が日本の航空母艦艦隊をほぼ壊滅させて、制海権を握って以来、1942年6月のミッドウェー以来ずっと今までアメリカ海軍が航空母艦が世界の海を支配してきたんですけど、もしかしたらそんな高い航空母艦でもドローンをたくさん撃ったら沈めることができる、撃破することができる、あるいは少なくとも追い出すことができるということになると、世界の軍事バランスは大きく変わるんじゃないかなと。そんなことを予感させる事件だなと思います。あまり注目されていないんで、この点について、ぜひ紹介したいなと思いました。それから、イスラエルは今何してるのかということなんですけど、イスラエルは依然として、イランに対する激しい攻撃を続けているんですけれど、新たに、攻撃目標に加えられたのが、イランの製鉄所ですね。イランは製鉄の国でもあって鉄を輸出してたんですけれど、
そこが攻撃されました。だから、イスラエルはもう、そのミサイルとか核とかいうまあ、直接的なものではなくて、その、イランの産業基盤そのものを狙っているということが明らかになってきました。それからさらに、まあ、そうしたイスラエルのイラン国家そのものを破壊するんだという意思が見えるのが、大学に対する爆撃を行いました。まあ、13世紀からモンゴルが中東に入ってきて、中東にあったいろんな学問の施設を焼き払ったりするんですよね。で、それがとっても、こう、中東の人たちにとっては許せない野蛮な行為として記憶されているわけなんですけれど、まあ、今回のイスラエルによるイランの大学に対する攻撃というのも、それと同じぐらいにひどいことだなとして、後世、歴史に語り継がれることになると思いますね。で、もう一つの、まあ、そういう中で大きな展開は、イエメンの風水派が参戦を宣言しました。で、イエメンの風水派というのは、ガザで戦争が始まって以来、2023年、ガザで戦争が始まると、ハマスに連帯して、まあ、イスラエルを攻撃する、紅海を封鎖する、まあ、そんなことをやってきてたんですけど、ガザの停戦が発効して以来、じっとおとなしくしてたんですね。で、イランに対する攻撃がもう一月続いてて、風船は動かないんだろうかと。イランの同盟者の風船はここで立ち上がらないんだろうかと、みんながこう注目して見てたんですけど、ついに風水派が立ち上がったということです。ただ、風水派は立ち上がったってで何をしたのかというと、イスラエルに向けてミサイルを撃ったんですね。それももちろんイスラエルにとっては困るんですけど、風水派がやると、これをやらないと困るなっていうのが、まあ、紅海の封鎖ですよね。ホルムズ海峡が封鎖されて、紅海が封鎖されると、サウジアラビアとかペルシャ湾岸の石油っていうのは本当にアジア方面には出なくなってくるんですね。で、そういう意味では、まあ、とても世界経済にとっては怖いニュースが一つ増えたなと。まあ、そういうところでしょうかね。はい。網羅的な解説をありがとうございました。状況どんどん変化していますので、また解説をお願いしたいと思います。今日はありがとうございました。失礼しました。多分ですね、